皆さんこんにちは。ひろしのソロトラベルご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録者数1000人、初収益公開と YouTube 収益化で気をつけていただきたい7選をお送りしたいと思います。まずはじめに私の YouTube 動画ですが、旅をテーマに発信しているチャンネルになります。2023年11月にチャンネル登録者数1000人を達成し、2024年8月に収益が入金されましたので、チャンネル登録者数1000人の収益を早速公開していきたいと思います。まず2023年11月27日にチャンネル登録者数1000人を達成しました。YouTube の収益化申請ですが、私はワードプレスブログで Google AdSense は昔取得していましたので、YouTube 収益化申請後3日で YouTube パートナープログラムの承認は出ました。非常に嬉しかったです。ということで、2023年11月27日から2024年7月までの収益を早速公開していきたいと思います。収益金額は 96,401 円です。確定収益であれば収益の公開は認められているということですので、1円単位まで公開しました。約8ヶ月ですから1ヶ月約12,000円平均ですね。皆さんこの金額を聞かれ1ヶ月12,000円と思われたかと思います。皆さんはこの金額をどういうふうにお感じになりますか？少ないなと思われる方が圧倒的だと思います。私は YouTube と旅行が好きなのでYouTube 投稿をさせていただいていますが、登録者数1000人の私ですと、旅費をも稼げない金額になります。YouTube 収益化で気をつけていただきたいこと1番目ですけれども、収益化の許可が下りるまでは当然収益は0円ですし、再生数によって収益が決まります。ホリエモンさんは以前 YouTube 動画を私が拝見したときは 0.8 円から 0.9 円が1再生だとおっしゃっていました。ビジネス系は高単価なんだよとおっしゃっていました。私の場合1再生あたりの単価は約 0.4 円になります。逆にチャンネル登録者数は1000人でも再生数がめちゃめちゃ多ければたくさん稼げますが、現実は非常に厳しいと思います。トップ YouTuber の方のチャンネル登録者数を見ると10万人以上の方はたくさんいて、一般人の私はめちゃめちゃ1000人行くのに苦労しました。私のチャンネルですが、登録者500人行くまでに3年7ヶ月も経過しています。転機は2023年6月に中国と香港に仕事をしてたんですけども、通算10年ほど駐在していました。日本帰任と同時に日本とアジア各国を巡ろうと考えまして、2023年6月から投稿頻度を高め YouTube 更新をしました。その結果、2023年11月27日にチャンネル登録者1000人を達成しました。残り500人は半年で達成できました。ちょうど2023年6月に YouTube 収益化の500人と再生時間3000時間というのはクリアしていましたので、その時もやる気に拍車をかけるポイントとなったと思います。ただし YouTube 収益化の1000人と再生時間4000時間をクリアしないと YouTube 動画の広告の収益化ができないので、何としてでも1000人達成したかったです。2番目に気をつけていただきたいことは、本当にチャンネル登録者数1000人、再生時間4000時間いくのだろうかという葛藤が起きます。私の動画を見ていただき、
役立つ動画でないと皆さんに評価していただけないと思い、皆さんが旅行に行かれた時に心配なことや気をつけていただきたいことを旅の経験に基づき発信すればお役に立てるのではないかなと考えました。そうであれば、香港駐在初日の香港に行く時不安だったことをYouTube 動画にすれば皆さんに喜んでいただけるのではないかと思いました。その動画が香港旅行気をつけていただきたい4選でした。そのことを動画にしたところ3万再生ほどして私の中のバズ動画になりました。そのことをヒントに私が海外旅行へ行き、実際困ったことや注意が必要なことを動画にしてみれば皆さんに喜んでもらえるのではと思いました。次の動画では東京から札幌にフェリーで行って撮影した時にサンフラワー東京から札幌気をつけていただきたい7選という動画を出しました。こちらの動画も好評いただいています。動画投稿も自分で言うのもなんなんですけども、50本ほど投稿しますと、だんだん皆さんに喜んでいただける動画が分かってきます。3番目に気をつけていただきたいことは、動画投稿を諦めてしまうということです。私の場合お恥ずかしい話ですが、チャンネル登録者数1000人行くのに通算4年もかかってます。皆さんは私より優秀ですので、やる気があれば短期間で1000人行くと思います。4番目に注意していただきたい点は、チャンネル登録者数1000人を焦るばかりに、若干のアダルト系や切り抜き動画は比較的チャンネル登録者数は通常の動画より早く6ヶ月ほどで達成できますが、収益化が非常に難しいです。アダルトっぽい動画は収益化マークに黄色マークがついてですね、収益化できません。最悪警告を食らうとバンの可能性もあります。また切り抜き動画もちゃんと切り抜き動画本人の許可が出ても YouTube の方で繰り返しの多いコンテンツと判断され収益化できないこともあります。このようなことにならないようチャンネル内容はよく検討されてから始めた方がいいと思います。5番目ですが、せっかくですね YouTube の収益許可が下りても今度ですね申請の方法が非常にわかりづらいです。解決方法は主婦のアトリエさんという YouTube 動画がありまして、 YouTube 収益化申請方法が非常にわかりやすい動画になっています。概要欄にリンクを貼り付けておきますので、ぜひご覧になってください。6番目に気をつけていただきたいことですが、収益化が達成しても銀行登録やシンガポール税務情報の提出が必要です。なぜシンガポール税務情報が必要なのということで、私も YouTube パートナープログラムを調べてみたんですけれども、 YouTube パートナープログラムには参加者はアメリカで契約しており、日本在住のアドセンスユーザーの場合はシンガポールで契約していますとなっています。シンガポール税務情報取得方法というのも YouTube 動画の動画ファンさんの動画を私は見させていただきまして、それを参考にしてシンガポール税務情報を取得しました。私の場合ですね、自宅ですので、申請用紙はネットからですね、コンビニのプリンターに出力して、ファミマさんのプリンターに出力してですね、必要事項を記載し、返信用封筒に切手も貼り付けてですね、自分の住所、氏名、年齢は書かなかったんですけども、住所、氏名を書いて送りました。私の場合心配性なので、自分の管轄税務署に直接電話をしてですね、シンガポール税務情報を取得したいのですが、どこに送付すればいいですかというふうに聞いたらですね、税務署さんの方で親切に案内していただけました。
税務署さんに送付してからは約1週間ほどで返信していただけました。7番目に気をつけていただきたいことですが、YouTube を運営していると仕方がないのですが、例えば中国旅行の動画や韓国旅行の動画に誹謗中傷コメントがつく場合があります。心がデリケートな方は傷つき、YouTube の更新をストップしてしまう方もいますが、今は YouTube への報告やコメント非表示機能もあります。また、あまりにもひどい誹謗中傷の場合は、情報開示請求もできます。基本的に楽しい動画を作成していれば、変なコメントは少ないと思います。以上、1から7まで YouTube チャンネル登録者1000人の収益初公開と収益化で気をつけていただきたい7選でした。チャンネル登録していただいている1000人以上の方には非常に感謝です。また、この動画を見ていただいている皆さん全員に感謝です。いかがだったでしょうか？ YouTube チャンネル登録者1000人収益化初公開と収益化で気をつけていただきたい7選でした。この7選を知ることにより YouTube 運営を気軽に運営できると思います。ご不明な点がございましたらコメント欄にご質問ください。わかる範囲でご回答したいと思います。皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。それではまた皆さん、次の動画でお会いしましょう。